疲れちゃん、主だよ。主のリビング1箇所穴が開いてるの。ここに穴が開いてるの。こういうことですね。ボロボロになってるんだね。裏側に何かを作ればいいんだね。裏に固定する何かを作って思うよ。また、フュージョン360使うよ。いいかな。一応カッコつけて、ここはスペック終了。選択をしていて、ですね。M4 のタップを立てて、フライパンを使ってやってみるよ。いってらっしゃい。まずは穴を開ける。あつかれちゃん、主だよ。今日はね、自宅のリビングにいるよ。主ん家のリビング一箇所穴が開いてるの。どれどれ。ここに穴が開いてるよ。ここのね、マンションに越してきた時にね、ちょうどここには電話線があって、この挿すのがあったんだけど、うちは電話を使わないのでほっといたんだけど、なんかインターネット回線をニューロにした時に、なんかもうそこは使わないよってなって、じゃあメクラにしようっつって、でこういうのを作ってたのね。だけどそのベースになるこの金具はこうついてたんだけど、これ石膏ボードにこういうタッピングのビスで、これがなんか2箇所だか4箇所だかこうついてたんだけど、こんなタッピングビスでは止まるわけがなくて、石膏ボードもボロボロになってるんだよね。よいしょ。それでなんかしばらく穴の開いたまんまだったんだけど、なんとかしようと思っているよ。で、今日はこれを固定するように裏側に何かを作ればいいんだよね。裏から何かをつけて、こういうボルトナットなのか、こういうボルトナットかなんかで固定をすれば、このベースを固定すれば、こうつけて、最後にメクラがパチンコとつくはずなのよ。なのでちょっと裏に固定する何かを作ってみようかと思うよ。始まるよ。そしたらね、またフュージョン360も使うよ。作成、スケッチ。よいしょ。まずは M4 の下穴の穴を開けたいので 3.3 でいこうか。もう1個縦状に、もう1個 3.3、 こことここの距離が、83.5 らしいです。さっきの金属のブラケットの穴の内々が 83.5 だというところで、長方形の中心の長方形、ここから中心の長方形をやると15の20、こっちもやろうかな。15の20でつなげると。で、あとは取ります。そうすると、ここの距離は120ぐらいに済ませたい。96、126にしたいということは、今よりも30増やしたら15増やす。よいしょ。L で、どうかな。一応カッコつけて、ここはフィリットしとこう。よいしょ。よいしょ。よし。で完成。スケッチ終了。今回は、
3ミリのアルミの材料があったのでいいです。これを3ミリにすると。こんな感じかな。で、これを今度は切削をするので、製造で新しいセットアップ。これで XYZ ね。これでいこう。あとは 2D のボアでを2箇所穴を開けると。で、工具が3ミリのフラットエンドを使うと。次は輪郭をいきます。2D で輪郭を選ぶと。それでこの輪郭を選ぶ。工具は3ミリフラットエンドミル。切削速度は1000ってみる。で、パスの複数深さ。1回じゃ掘れない。切れないので、やっぱピッチは、どうしようかな、0.2 ぐらい。1回に 0.2 ミリを掘っていって、で、高さをやっぱ抜きたいから、一番下をマイナス 0.2 ですね。よいしょ。そうすると、こういう感じですね。アクション、シミュレーションでやると、再生ってやると、まず穴を開けて、その後に輪郭をブワーっていくよって感じですね。よしよしよし。最終的には、こういうバーみたいなのが出来上がる予定です。はい、フュージョン360で書き上げたただのバーで、ここに、M4 のタップを立てて、さっきのブラケットをここにつけると。そうすると壁にしっかり固定ができるんじゃないかという、大した工作じゃないんだけど、せっかくなのでフライスバーを使ってやってみるよ。そしたら材料をセットするよ。なんかちょうどいい端材があったので、これを使おうかな。ちょうどこの辺を使う。だいたい表面テープで貼ると。貼り付けると。で、原点を左下にしたんだから、今この材料のギリギリを使ってピーってやって、この辺の原点でしょ。ミルを連れてきて、0点に持ってくる。で、今、0点を出したんだけど、なんつったらいいのかな。Z 軸の0はいつも自分はこのテスターで導通にして、最後ちょっとずつ下げていって P っていうところで0にしてます。それで0.025ずつ落ちする。よし、ここで0だなというところで外す。OK かな。さっきフュージョン360で作ったデータを読み込んで倒す。よし。そして、よし。
これでスタートで、スピンドルポン。いってらっしゃい。よし、まずは穴を開ける。バスト。あとは輪郭。おっと、ギリギリか。いいっすね。キュビーオのレーザー加工もまあ面白いんだけど、やはりアルミの切削も面白いよ。おっと、よし、終わった。ちょっと目を離したらなんか飛んでっちゃったんだな。まあいっか。よし。あとはちょっとうるさいよ、掃除。そしたらね、ネジ穴を開けちゃいたいんだけど、4ミリってもう決まってるんで、このまんま開けちゃおうかな。開けちゃおう。よいしょ。よし、じゃあ4ミリ開けちゃいます。ズボッと。よし、どこだ。ちょっとこっちが穴の開いてるとこよし。これね。OK です。あとは両面を剥がして。雑だな、今回はな。まあ、見えるとこでもないからな。バリだけ取って、完成かな。あとは縁についた両面テープをちょっと拭いておこうかな。はい、とりあえずこんなのが完成しましたね。あとはコンセントボックスのところに取り付けてみるよ。
疲れちゃん戻ってきたよ。今回はこんなの作ったよ。雑だけどね。一応フュージョン360で書いたのとほぼじゃないね、間違いなく同じものが製品化できるっていうのは面白いよ。レーザー加工機ケビーオも楽しいけど、やっぱり切削も楽しいね。それでさっきのコンセントのこのブラケットとこれが、ドッキングするわけですよ。あるか？ぴったりですよ。もうすごいね。これがぴったり合うと。ぴったりこで、あとはこの M4 のネジで壁に取り付けていくわけだね。移動するよ。狭い。よーし、コンセントにやってきたよ。ここだね。これにちょっと近づく。もう俺いらないでしょ。よいしょ。まあ見づらいな。この今作った板をここに入れて、先につけたらやりやすい。先につけといて、こうか。で、石膏ボードの裏に引っ掛けて、よし、結構ネジ長いな。締めていくと、なんだろう。で、下もぴったりで、なんせこれは本当にコンセントボックスの中に入れるんだとこんな作りでダメなんだけど、まあここは完全に目くらぶたで終わりなので、いいかなと思ってるんだけどね。で、あんま締めすぎちゃったね。いいんじゃないですか。で、この蓋をつけて、で、最後に蓋をすると、多分これかな。これで完成。どうだってことでもないけど、まあ穴が開いてたところがなくなったからいいんじゃないの。はい、てなわけで今回の動画は別になんか大したことはないんだけど、ここの穴が気になってたから直したよ。でもね、この裏につけるプレート、なんだっけな、Amazon かなんかで調べたら100円もしないで売ってんだね。なんか作るより買った方が安いこともあるよ。まあそんなことは気にせずに懲りずにまた何かをこさえるよ。それじゃあ、あつかれちゃん。お疲れちゃん、主だよ。今日はね、主の秘密の工場にやってきたよ。多めに行って1700の650ぐらいアルミフレームで iMac が置いてあるよ。シャペオコという、CNC のスライス板が入ってます。なかなか日本でこれをね持ってる人が少ないかなと思います。これで十字キーで浮かせるよということですね。